はい、こんにちは。Let's 日本語日本語教師のさくらです。今までは日本語の学習を始めたばかりの方向け、ビギナーの方用の動画を出してたんですけど、ちょっと今回はもう少しレベルアップしたシリーズもやってみようかなと思って、ちょっと試しに撮ってます。日本の文化とか面白いニュースを紹介しながら、聞いてる皆さんの勉強にもなったらいいなと思ってます。リラックスして楽しんで聞いてください。それでは行きましょう。皆さんに質問です。仕事に行くとき、どんな服を着ますか？スーツですか？制服ですか？それとも T シャツやジーンズ、ジーパンでも大丈夫ですか？もし会社に短パンで行ったらどうなるでしょう？何その服って言われると思いますか？それとも今日は暑いからねって言われると思いますか？実は最近日本では短パンで通勤してもいいのではという話題がニュースになりました。今日はこのニュースを紹介しながら日本の仕事の文化についても一緒に考えてみたいと思います。今年の夏、日本はいつもよりは暑くなかったです。特に6月、去年はもう真夏みたいに暑かったんですけど、今年はとっても涼しかったですね。とはいえ、最近はやっぱりいつもの夏らしく暑くなってきたなという感じもします。少し外に出ただけで汗が滝のように流れたりとか、駅まで少し歩くだけでも疲れてしまいます。そんな中で東京都はもっと涼しい服装で仕事をしましょうっていうふうに会社で働く人たちに呼びかけました。例えばポロシャツ、スニーカー、それから短パンとかですね。もちろんもうすべての会社で短パンが OK になったわけではないです。仕事の内容とか会社のルールによっても違います。でも暑さを我慢してまでスーツを着ることが本当に必要なのか、そんなことを考えるきっかけになったニュースでした。もしかすると、そんなことで短パンがニュースになるなんてなんか不思議だなと思った人もいるかもしれません。実は日本では仕事の服装を結構大切にする文化があるんですね。会社ではスーツ、ネクタイ、革靴、夏でもそのスタイルで働く人がまだたくさんいます。理由の一つは、相手に失礼にならないようにするためです。ちゃんとしたきちんとした服装は、私は仕事を大切にしてます。一生懸命仕事をしてます。こんな気持ちや態度を表すものというふうに考えられてます。だから日本では長い間、暑くてもスーツを着るのが普通でした。でも最近は夏の暑さが昔より厳しくなってます。熱中症になる人も増えてますし、熱中症で亡くなる人も増えています。なので、健康も大切にしようっていう考え方が少しずつ増えてきたんですね。ネクタイをしない人も増えましたし、スニーカーで通勤する人も増えました。そして今ですね、短パンもいいですよということで、短パンも少しずつ話題になっています。短パンってわかりますかね？短パンの短は短いっていう意味なので、ショートパンツっていうことですね。膝ぐらいまでのパンツのことです。日本の働き方も少しずつ変わってきてるのかもしれませんね。私はこのニュースを聞いて、すごくいいなっていうふうに思いました。日本には素敵な文化がたくさんあると思ってます。
相手を大切にすることだったり、礼儀、マナーを大切にすることだったり、きちんと身だしなみ、自分の見た目を意識すること、そういう考え方はすごくいいと思います。でも文化ですね、変わらない、もう変えちゃダメなものだけではなくて、時代とか環境に合わせて少しずつ変える必要があるものもあるんじゃないかなっていうふうに思います。もしも暑さを我慢してまで働いた結果、体調を崩してしまったら、それは誰にとってもいいことではありませんよね。もちろん仕事によってはスーツが必要な場合もあると思います。お客さんに会う仕事だったり、大切な会議だと服装が信頼につながることもありますよね。だから全部自由にした方がいい、そういう話ではないんですけど、私はその日の仕事とか相手に合わせて選べることが一番自然だと思います。それからもう一つ思ったことがあるんですけど、日本ではみんながそうしてるから自分もそうする。こんな空気感じることがよくあります。ことわざで出る杭は打たれるというのがあるんですけど、ちょっと人と違う格好とか、言動、行動をすると、周りから叩かれる、非難される、よく思われない。それが怖いから、みんながしていることと違うことはしたくないっていう空気、流れ、雰囲気ですね。だから一人だけ違う服装をするっていうのは勇気がいるっていう時もあります。そんな中で東京都みたいな大きな組織が、暑い日は涼しい服でも大丈夫ですよ、こんな風に言ってくれることにはすごく大きな意味があると思います。誰かが最初の一歩を作ることで少しずつ社会全体も変わっていくといいなというふうに思います。皆さんはこのニュースを聞いてどう思いましたか？皆さんの国ではカジュアルな服装が当たり前ですか？見た目が大切だと思いますか？それとも働きやすさの方が大切だと思いますか？ぜひあなたの意見を日本語で教えてください。では、今日紹介する表現です。呼びかける。呼びかけるは、たくさんの人にお願いをしたり、行動を進めたりするときに使います。例えば、学校は熱中症に気をつけるよう呼びかけていますとか、先生は毎日復習するよう学生に呼びかけました。こんな感じでニュースでもよく出てくる言葉なので、ぜひ覚えてください。それから2つ目は暑さ対策です。暑さ対策は暑さから体を守るための工夫です。例えば水を飲む、帽子をかぶる、日陰を歩く、エアコンを使う、こういったことは全部暑さ対策です。日本の夏、とてもよく使われる言葉です。3つ目はようにする。とても大事な表現ですね。この表現は意識して習慣にするとか、気をつけて続けるという気持ちを表します。例えば、毎日日本語を勉強します。これは事実を言っていますね。でも、毎日日本語を勉強するようにしていますというと、上手になりたいから意識して続けていますという気持ちが入ります。つまり、自然にそうしているんじゃなくて、自分で努力して習慣にしている。こんなニュアンスの違いがありますね。はい、今日は東京都の短パン通勤のニュースを紹介しました。一つのニュースから日本の文化とか考え方が見えて面白いですよね。
これからもこのポッドキャストでは、日本の面白い話題とかニュースをシェアしていけたらなと思います。ちょっと今回が1回目なのでどうだろう。よかったかな。皆さんの感想、コメント、いいねで教えてもらえたら嬉しいです。最後まで聞いてもらってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。